結構簡単に振っちゃう人が多いんですけど、ちゃんと任せるんだったらやっぱりちゃんとはちゃんとやんなきゃいけないですね。仕事があんまり大きくないそのからといっておろそかにする人が多いですよね。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術などを話しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今日もお願いします。今日のご相談がですね、僕ちょっとこれずっと悩んでることなんですけど、チームのメンバーに仕事を振るのが苦手でどうしても自分一人でやってしまうことが多いんですよ。効率的にメンバーに仕事を任せる方法とかもしあれば知りたくて。わかりました。そうですね、どう仕事を任せるかという話だと思うんですけど、はい、基本はやっぱり僕はですね、任せるときに気をつけているのは、はい、基本大枠3つ伝えまして、1つ目は期待していること、この仕事を任せるということで期待していること、はい、で2つ目が役割、3つ目が求めている成果。これを一旦定めて、はい、で伝えてすり合わせをしますかね。なるほどなるほど。仕事の任せる範囲のその大小にもよりますけど、はい、期待って何を言ってるかっていうと、はい、この仕事をあなたに任せるにおいて、期待していること、ちょっと言い方変えるとなぜあなたに振るかみたいな話も含めてとか、期待することはその人に成長してほしいとか、はい、どういう風になってほしいとか、なぜあなたに任せるかみたいなことですかね。なるほどなるほど、ありがとうございます。役割っていうのは具体的にどういった役割、その仕事においての、任せるにあたっての改めてその役割、例えばその役職であれば、この役職においての役割を改めて伝える、ちょっと言い方変えるとフィールドの範囲、範囲の話だったりとか権限の話だったりとか、この仕事はどういう役割かとか、仕事の一部分を振るとかであればこの仕事の役割を話しますかね。求めてる成果ってことですか？役割っていうのはだから単純に、役職で考えるとかですね、この役職はこういう役割を担っています、みたいなののすり合わせですかね。なるほど、この仕事はこの役割を担ってますみたいな。ありがとうございます。求めてる成果はシンプルにそのゴールの設定、目標だったりとか、KPI だったりとか、で多分その話はいろいろ走ってくると行動、ちょっと役割とかさる部分ありますけど、こういう行動だよねみたいな、であとやっぱ達成基準みたいな、ここまでできたら20丸これ丸これ三角、ここから下バツみたいな、そこまで言いますかね。あとは繰り返しになりますけどルール、その中でここから付随してって、ルールの話、先ほど言ったフィールド設定みたいな話とか、あと結構ポイントはさっきの罰じゃないんですけど、ダメな時、これをやったらダメですよとか、ダメなこともすり合わせますし、そもそもダメだった時にどうするか結構喋りますかね。なるほど、ありがとうございます。他に何か任せる際に気をつけるべきポイントとかって何かありますか？今言ったその期待と役割と求めてる成果みたいなものを、付随してさまざまなそのルール設定とかそういったものを話す時っていうのは、ある意味導入の部分なので、ここは結構大事ですよね。その任せる仕事の大小によって役職とかチームを任せるっていうことが大きいとするならば、とある仕事の一部分の業務を任せるということにおいて結構簡単に振っちゃう人が多いんですけど、やっぱり振るっていう言葉も良くないかもしれないですけど、ちゃんと任せるんだったらやっぱりちゃんと導入はちゃんとやんなきゃいけないですね。僕からするとその方角を合わせるみたいな感じなんですね。なるほど。例えば今ここにいて、この仕事をあなたに任せることによってここに行ってほしい、こう言ってほしいわけじゃないですか。ちょっと最初導入がずれてるともう歩み出しからこっちに向かって行く可能性がある。ちゃんとこっちにまっすぐ向かえるようにちゃんと導入は大事だと。で気をつけてること、あとはやっぱり必ずほうれん草、チェックポイントみたいなのは必ず求めます。求めるというか、それをもう当たり前にします。任せるときに大体失敗するのは、今言ったように出発地点があって目的地点がありますと、こういければいいんですけど、導入の段階でこうならないようにやりますと、で進んでるうちにやっぱりやってるとどうしてもずれてきちゃうことあるんですよ。ちょっとずれるはいいんですけど、ちょっとずれた時にもちゃんと方角をちゃんとコンパスを持ってちゃんと目的地こう行ってたぞと、
いうのをやっぱりチェックポイントでやんなきゃいけないんで、本人も分かるようにしなきゃいけないし、なるほど。こちらとしてもずれてきたことを理解して、修正しなきゃいけないので、そういう意味ではやっぱりほうれん草は大事ですよね。だから任せたとしても必ずどのタイミングで報告を入れるのか、どういった時にちゃんと連絡をするのか、どういった時にちゃんと相談をするのかっていうのに関しては決める、僕なんかで言うと多分その日報だったりとか、習字のミーティングだったりとか進捗管理は結構ちゃんとやりますね。それが最初から別にそういうもんだってなってれば別に本人も嫌な気分は全くないので、最初にそういうのも決めますよね。なるほど。だからこの仕事を任せるからこれは必ず1週間ごとに進捗をこうやって報告してください、その報告の中でこういうことは連絡しようかとか、こういうことは相談してもらっていいよとか、こういうことは相談してねとか、お互いにそれを話す機会を作るのでなるべくずれないようにやるためですよね、常にやっぱ方角をちゃんと合ってるかどうかを確認するみたいな感じですね、で必ず終わったりとか大きなチェックポイントがもしあったとしたら必ず振り返りをしてもらう。これはもうほうれん草の中でやってもらうというか、それに対して必要であればフィードバックする、このフィードバックもあんまり求められていないことをフィードバックはしないですけど、でも求められたらちゃんと適切にフィードバックしますし、フィードバックした方がいいなということがあればなるべくそういう話になるように、こうしてフィードバックをすると。なるほど。これも常に言いますけど、振り返りを必ずした時には必ずじゃあ今後どうするのと、今後こうしていきますとかって本人からちゃんと今後じゃあこういうふうに改善しますねとか、こういうふうにやっていきたいと思います具体的にはでなるべく言わせるようにしてでまた進めるみたいな、これはだからチェックポイントごとにもそうですし、終わってからもそうですし、そういうポイントをちょっとつかみながら任せる、っていうことですかね。なるほどですね。期待、役割、成果、それが一連の導入だとして、方角がちゃんと合ってるかの、ほうれん草、そして振り返り、この一連を徹底的に行うとちゃんと回していくっていう感じですかね。なるほどですね。アップルさんでもこれはもう徹底されてるんですか？そうなんですかね。なかなかやっぱりやってできてる人と、やっぱできない人と当然それはいると思いますね。でもまあこういうことですよねっていうのは発信はしてますけど、ありがとうございます。まあでもポイントはやっぱりその導入と、仕事があまり大きくないからといって導入をおろそかにする人が多いですよね。このぐらい分かってんだろうみたいな感覚値、振る方、任せる方は別にこのぐらいの業務大体目的分かるでしょみたいな。そうなんですよね。僕も、そこは結構ないがしろにしてたなと思ってて、導入をちゃんとやらないと方角ずれますよね。最初の方角のずれは結構最終着地がずれちゃうんで、一番最悪なパターンでさっき言った出発地点と目的地があったとして、そもそも導入ちゃんとやらないと方向がもうこっち行ってますと、最初からほうれん草もちゃんと設定してないとどんどんずれたままいきますと、最後に終わったみたいな感じになって蓋開けてみたらここにいますみたいな、なんでそんなとこいいんだお前はいやそれはそうなるでしょと。それこそこのね図形だとしたらこっちから見えてる景色と感覚と知識経験と、こっちの人から見てる視点と知識経験とって違うわけだから、こっちの人はこれが当たり前だと思うんですよ。もうこっちの人はそう思ってないかもしれないんで、ちゃんとやっぱり導入とほうれん草やらないと気づいたらここにいるみたいな話はありえますよね。なるほど。それはもう大小のプロジェクト関わらず。ありがとうございます。仕事を任せるときにはしっかりと期待すること、役割、求めてる成果、この3点をしっかりと設定して相互理解する。その上でルールとか話になってくると思うんで、そういったこともしっかり詰めるっていうのがまさに導入をしっかりやるということですね。導入をしっかりやった後に必ずほうれん草、チェックポイントを用意してしっかりと進捗を管理すると。で、必ずやっぱり振り返ってもらう。必要であればこちらもフィードバックする。で、今後どうするかっていうのもちゃんと定めた上で目的地に向かってしっかりと走っていけるようにやるべきことが任せる側の責任でもあり、やるべきことなんだろうと思っています。皆様からいただくいいねやコメントは大変励みになっております。この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いします。